今回の動画では現在のワールドカップに見られる3種類の滑りについて解説、そして考察してまいります。前半はスラローム、後半はジャイアントスラロームで説明します。どの滑りが良いのか、速いのか、それぞれのメリット、デメリットなどかなり面白い結論になっているので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。それでは早速こちらをご覧ください。3種類の滑りですが、違いが分かりますでしょうか。同時に見せられても困りますよね。順番に見ていきましょう。1つ目の滑りです。2つ目の滑り、そして3つ目の滑りです。別のレース、別の選手でも見てください。1つ目の滑り、2つ目の滑り、3つ目の滑りです。安心してください。これで分かったら天才です。それぞれの滑りの特徴を聞いた上で見慣れてくれば違いが分かるようになります。また別のレースです。答えを言います。それぞれの滑りを図形で表すと、1つ目は四角、2つ目は円、3つ目は三角です。名称をつけるならば、1つ目がスイング&グライド、2つ目がフルカービング、3つ目がフレックスターンです。1つ目、2つ目、3つ目というのは実は登場年代順に並べています。1つ目は大昔からある滑り方です。例えばアルベルト・トンバだったりトーマス・シコラだったり。2つ目は2000年代カービングスキーが登場してからの滑りです。例えばベンジャミン・ナイヒだったりテッド・リゲティもそうです。3つ目はここ10年くらいの滑りです。代表的なのはシフリンとヒルシャーでしょう。1つ目、スイング&グライドは四角です。スキーの軌道、ラインが四角いということです。もちろん実際にこんな直角なわけがなく、こんな感じです。最大の特徴はこの長い縦の区間です。これにより重力方向に加圧して加速することができます。ゲートに当たるとき、外方向に圧をかけています。切り替えは基本的には反発による横移動です。なので空中に浮いてますし、足が体の下を通過するアンダークロスです。また板が下を向くのが早いのです。それから切り替えのタイミングですが、切り替えながらゲートに当たる、あるいは当たった直後に切り替えを始めます。以上がスイング&グライドの特徴です。実際の滑りで確認してみましょう。縦に長く使ってますよね。加圧の反発で横移動しています。脱力していますよね。足が体の下を通過するアンダークロスです。板が早い段階から下を向いています。そしてゲートに当たった直後に切り替え始めています。これが四角い滑り、スイング&グライドです。2つ目のフルカービングは円です。スキーの軌道、ラインが丸いということです。実際はこんな感じですね。丸い軌道自体が最大の特徴です。切り替えポイントがゲートとゲートの中間なのも他の2種類の滑りと異なる特徴です。ゲートに当たるとき、内側方向に圧というか内側に向かっている意識があります。切り替え動作は上体を中に倒していくオーバークロスです。起き上がるので切り替え中は当然脱力です。そして切り替え後の板の軌道が丸くなります。以上がフルカービングの特徴です。実際の滑りで確認しましょう。ラインは丸いですよね。
切り替えがゲート直後ではなく、ゲートとゲートの中間ですよね。脱力しています。ゲートに当たるとき、外方向への圧ではなく、内側に向かっています。切り替えは頭から上体を中に倒していきます。オーバークロスです。これが丸い滑り、フルカービングです。3つ目のフレックスターンは三角です。スキーの軌道、ラインが三角ということです。もちろんこんなに鋭角ではなく、こんな感じでしょうか。まっすぐ次のゲート方向に向かい、最短でターンする滑りです。最大の特徴は名前の通り、板のたわみを最大限使う点です。そのためにターン前半、面圧を加え続けます。ゲートに当たるときに、外方向に加えていた圧をゲートに当たりながら、あるいは当たった直後に解放して切り替え始めます。そして切り替えは足が体の下を通過するアンダークロス。これらの点はスイング&グライドと同じですが、違いはターン前半に面圧を加えて板をたわませるので、脱力せず積極的に働きかけている点です。切り替え後の板はスイング&グライドのように下に向けるでもなく、フルカービングのように円軌道でもなく、もちろん多少の向かい角は取りますが、基本的には進行方向にまっすぐです。以上がフレックスターンの特徴です。実際の滑りで確認しましょう。他の2つの滑りに比べて切り替えで脱力してないですよね。切り替え直後から面圧をかけにいっています。直線的にゲートに向かって最短でターンしていますよね。これが三角の滑り、フレックスターンです。3種類の滑りの違いを説明しましたが、ついてこれてますでしょうか。あとはたくさん見て目を養ってもらうしかないので、おさらいを兼ねて連続で10本ずつくらい流しますね。1つ目、四角スイング&グライド。縦に踏んでます。切り替え後のターン前半は脱力してますよね。切り替えのタイミングはゲート直後です。切り替えは上体は垂直のまま足が体の下を通過するアンダークロスです。2つ目、円フルカービング。軌道が縦ではなく丸いですよね。縦に加圧ではなく内側に向かって加圧してますよね。切り替え始めが遅くニュートラルになるのはゲートとゲートの中間です。切り替えは上体から次のターンに内倒していくオーバークロスです。体全体が傾いてターンに入っていきますよね。3つ目、三角フレックスターン。見た目の一番の違いは切り替え後のターン前半脱力してないですよね。他の滑りがなんかただ待っているのに対し、フレックスターンは面圧をためにいっています。そのためた圧を解放するのでタッチが早いですよね。それで一気にターンします。切り替えのタイミングは一番早くゲートに当たりながら切り替え始めています。切り替えは足が体の下を通過するアンダークロス。体から離れたところから離れたところまで足が動く量が一番多い滑りです。さて皆さんが気になるのはこの3種類の滑り方の中で明確な正解、つまり一番速い滑り、一番勝てる滑りがあるのかどうかだと思います。こちら2023-24年のスラロームのワールドカップスタンディングです。
各選手の滑りのタイプを書いてみました。こうやって見ると滑りが四角、円、三角それぞれの選手はまんべんなくいますね。勝率を調べると三角が6割です。安定性を調べるために各滑りの上位3名で失格割合を見ると四角が 10%、円が 20%、三角は 3% でした。これだけを見ると三角が速くてかつ失敗しにくいという結果で一番良さそうです。もちろん単にフェラー選手が速いだけとか回も含めると三角の失格率も跳ね上がるのであくまでも参考ですが、日本の加藤聖吾選手もウェンゲン大会に出ていたので解説します。滑りは三角ですね。ターンとターンの間にフラットがあってそこで走っています。エッジを立てようとしすぎですね。だからかえって腰が開いてこうやって失敗してしまいます。ターン中のスキーの前後差が気になります。スキーが割れてしまうので体が浮いてしまってだんだん走らなくなっています。もっと板の反発を使ってほしいのですが角を立てて外足が前に出てこないのでそれでは反発をもらえません。1本目ラップのマックグラス選手と比較してみると実は7割以上の場面でタイム差はありませんでした。差はないですよね。ご覧いただいている映像では両者がゲートに当たるタイミングはずっと一致しています。では差はどこで発生したのでしょうか。こちら両者の累積タイム差ですが、こことこことここですね。1つ目はヘアピンの出口の次のゲートで加藤選手は落とされています。ダイレクトに行き過ぎたのもありますが、このターン加藤選手は上体から内側に入り体と板が離れすぎてしまい外足の圧が甘くなりました。マックグラス選手の切り替えは綺麗なアンダークロスでしっかり外足荷重を保ち落とされることはありませんでした。2つ目はこの急斜面の入りですね。やはり切り替えで上体から内側に行き過ぎで外足荷重できなくなっています。逆にマックグラス選手はいつも以上に頭を板の方に近づけてしっかり外足荷重しているので落とされません。このターンはマックグラス選手も甘かったので加藤選手とのタイム差は開きませんでしたが、このターンとこのターンタイム差は開いています。実はタイム差は発生していませんが急斜面に入る前から原因は発生しています。ここですでに内藤しています。板を動かすのと加圧するのを同時に行うとこうなります。ここも内藤です。エッジを立てようと思うとこうなります。マックグラス選手は板を動かしてから加圧しています。だから三角の滑り、板をたわませて反発を維持できているのです。そうです。加藤選手はこの場面で円の滑りに変わっています。上体から内藤、面圧よりエッジングは円の滑りです。3つ目はこの振ってある場面ですが同じですね。内藤で板が体から離れてしまい外足荷重が甘くなりました。このターン自体ではタイム差は発生しませんでしたがその影響で次のターンそして次のターンではタイム差が開いてしまいました。あともう一つ気になるのがこれです。ニュートラルのこの姿勢も問題です。すねの角度と背中の角度が同じだと骨盤が立っているのですが明らかに上体がかぶりすぎです。これは日本人に多い上体前傾肩の後傾です。前回の動画で説明しましたが骨盤が前に寝ていると足が前に出にくくなります。マックグラス選手はすねの角度と背中の角度が同じで骨盤が正常に立っています。骨盤が正常に立っていると
足を前に動かしやすくなります。スクワットの正しい姿勢を調べてみてください。すねの角度と背中の角度は同じなのがよく、背中が前傾すぎてもすねが前傾すぎてもよくありません。また背中がまっすぐなのがよく、丸まっていても反っていてもよくありません。加藤選手のこのニュートラルは上体前傾肩かつ背中が曲がってる点が問題です。すると足が体の前で動きにくいので、板をたわませて反発という三角滑りの本領が発揮できなくなります。ここでも同じですよね。すねに対し上体がかぶりすぎです。マックグラス選手はすねの角度と骨盤の角度は合ってますね。背中が丸まっているのはいまいちですが、次に四角、円、三角の角滑りの上位陣の滑りも見てみましょう。すねと背中の角度が合っているか、その角度が斜面に適正か、背中がまっすぐか曲がっているか反っているか、その辺を確認してください。メイヤール選手がちょっと上体かぶり気味ですが、それ以外の選手は綺麗なニュートラルです。加藤選手もすねと背中の角度が合ってますね。ちょっと後傾でしょうか。ここメイヤール選手に加え、グストレイン選手、マックグラス選手、クリストファーセン選手が上体かぶり気味、ノエル選手は後傾気味です。厩舎入り口のこの場面、メイヤール選手は明らかに後傾、加藤選手とノエル選手は上体前傾肩の後傾、グストレイン選手は後傾気味、クリストファーセン選手はかぶり気味です。マックグラス選手はよく見えませんが良さそうです。そしてここ加藤選手、ノエル選手はかぶりすぎ、メイヤール選手はかぶり気味の後傾、フェラー選手珍しくニュートラルが高いですね。最後はここ、さっきと同じですね。どうですか皆さん、だいたいパターンが見えてきましたね。今回一つ目の鼻血ドバドバポイントです。すねの角度と背中の角度が合っている適正パターン、背中がすねより前傾気味パターン、逆に背中がすねより後傾気味パターン、これは実際にはあまり見られませんでした。適正状態のすねと背中の角度があったまま角度が立ってしまうこの後傾パターン、最後はこの後傾状態から上体を前傾させてバランスを取ります。これが上体前傾肩の後傾パターンです。これ日本人トップ選手やジュニア選手に本当に多く見られます。もっと組み合わせはありますが、この4つのパターンが実際の滑りに見られました。メイヤール選手とノエル選手がタイムが出なかったのは今のニュートラルポジションの確認で納得ですね。加藤選手は前半は骨盤が立っていましたが、後半は骨盤が前に寝てしまうようになったので、外足が前に出なくなり板が走らなくなってしまったというわけです。2本目も簡単に説明します。1本目より力んでしまっています。板の反発ではなく自分で持っていっています。外力ではなく自力を使っています。外力で反発をもらっているマックグラス選手との違い、分かりますよね。外力がもらえないので滑りがだんだん円に変わっていっています。もう完全に円の滑りですね。リズムを作っていかないといけないのですが、円の滑りだと1ターン1ターンをこなすだけになりやすいので、なかなかリズムを作っていきづらいですね。そしてやはり円の滑りだとこういう場面で落とされやすくなります。もったいないですね。スラはこれくらいにして GS の解説に移ります。
GS も全く同じです。四角の滑り、円の滑り、三角の滑り、3種類の滑りが見られます。メイヤール選手は GS も四角です。落差をとっています。縦から縦に飛んでいます。シュミット選手も四角です。ゲート通過直後に切り替えています。円の選手は GS には結構いるんですが、例えばクラニエッツ選手、やっぱり失敗しやすいと思うんですよね。上体を内側に倒していく滑りなので。切り替えのタイミングはゲートとゲートの中間です。また外しましたね。クリストファーセン選手も円です。体全体をすごく傾けていますよね。だから踏み外す危険性が増します。GS ランク上位ではツブチッチ選手も円です。オーデルマット選手は三角です。直線的に次のゲートに向かい、面圧をためて瞬間的にターンを終わらせています。円の滑りの選手がみんな失敗していたここですが、危なげないですよね。円みたいにないとしないからです。シュバルツ選手も綺麗な三角です。3つの滑りを並べて確認しましょう。四角はメイヤール選手、円はクリストファーセン選手、三角はオーデルマット選手です。まずフラットですが、三角はこの例ではちょっと高いですがトイレットポジション、四角は起き上がり気味、円は上体が内側に入り始めていて本当のフラットにはなっていませんね。それでは今回の動画の最大の鼻血ドバドバポイントです。ターン前半は四角は浮いていて板を縦にするのが速い、円も浮いていて体全体を内側に傾けています。三角は浮かせずに面圧をかけています。そのため板が体から離れすぎません。後半は前半の結果なので、この前半の操作の違いが3種類の滑りの一番の差です。ターン後半は四角と三角は外に向けていた圧を緩めることで板が返ってきます。円は内側に向かっていく動きです。そしてまたフラットです。以上、終わりと思っていたのですが、いくつかの GS レースを見ていたら興味深いことに気づいてしまいました。長くなりましたので続きは後編で。これからもスキーの役立つ情報を配信していきますので、逃さないためにもチャンネル登録をお願いします。高評価も励みになりますのでよろしくお願いします。終わり。